今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。静寂に包まれた夜、動物たちが紡ぐ物語をお届けします。眠りの世界へと導く物語をお楽しみください。この動画は動物物語オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。夢の森の物語。春の兆しが、まずは冷たい風の中に、ほんのりとした暖かさを運んできた。長い冬の眠りから覚めたサニーは、自らの住む巣の外に積もる雪が溶け始めているのを見て、心躍らせた。彼の小さな体が瞬く間に、巣の中を飛び回り、冬の間に溜まった埃を払いのける。外へ飛び出す準備が整ったサニーは、慎重に木の幹を折り、新しい季節の空気を深く吸い込んだ。森全体が目覚めの兆しを見せている。木々の枝には新しい芽がほころび始め、地面は若草の香りでいっぱいだ。サニーはおなじみの道をたどりながら、冬に会えなかった友達のことを思い浮かべた。もうすぐみんなに会える。その思いに足取りも軽くなる。サニー、久しぶり。突然、上から声がした。見上げると、木の枝にちょこちょこと動く小鳥が一羽。彼はサニーの古い友達、フィフィだ。フィフィ、元気だった？もちろん、冬は長かったけど、春が来て嬉しいよ。もうすぐ春祭りだね。準備は進んでる？サニーは頭をかしげながら答えた。うん。でもまだ手伝うところがたくさんあるんだ。一緒に準備を手伝ってくれるかい？フィフィの翼がパタパタと音を立てながら、二人は春祭りの準備が行われている場所へと向かった。森の中央には大きな広場があり、そこでは他の動物たちも集まり、装飾を施したり、食事の準備をしたりしていた。サニーとフィフィは熱心に彼らを手伝い始める。この祭りは森の動物たちが一年で一番楽しみにしているイベントの一つ。冬を乗り越えた喜びを分かち合い、新しい季節を祝うためのものだ。サニーは新しい友達との出会い、そして旧友との再会を楽しみにしていた。春祭りの準備が進む中、サニーは森の仲間たちと一緒に様々な仕事を手伝っていた。彼の小さな手は飾り付け用の材料を運んだり、食事のブースを設置するのに大忙し。すべての動物が何かしらの役割を果たし、祭りを成功させようと協力している。サニーの活動的な性格がここでも光り、多くの動物たちから感謝されることが増えていった。サニー、こっちにも手伝ってくれる？湖のほとりで亀のマービンが呼んでいる。彼は年老いていて動きが遅いが、森の中で最も賢い生き物の一人だ。サニーはすぐに駆けつけ、彼と一緒に湖のあぜに装飾を施した。マービン、祭りで何をしてるの？サニーが好奇心旺盛に尋ねる。私たち、湖を使って小さなボートレースをするんだ。子供たちが楽しめるようにね。マービンが答えた。サニーはそのアイデアに心躍らせた。彼はすぐにその準備を手伝い始める。小さな木の板と葉っぱで作られたボートが湖に浮かべられ、動物たちがそれを見て歓声を上げる。日が落ちる頃、ほとんどの準備が完了した。サニーとその友達は明日の祭りがどれだけ素晴らしいかを話しながら、最後のチェックを行った。しかし、その夜、予期せぬことが起こった。突然の風が強くなり、空は暗雲で覆われた。一夜のうちに、嵐が森に押し寄せてきた。
大変だ。装飾が飛ばされちゃう。サニーは慌てて仲間たちを呼び集める。彼らは急いで飾り付けやブースを固定しようとしたが、風はますます強まる一方だった。最終的にサニーたちは仕方なく退避を余儀なくされる。嵐が一晩中続き、森の中はかなりの混乱状態に陥った。朝になり、嵐はやっと収まる。サニーと他の動物たちは湖畔に集まり、祭りの場所の様子を確認しに行った。多くの装飾が壊れ、ブースも倒れているのを見て、みんなの顔には落胆が浮かんだ。しかし、サニーはすぐに立ち上がり、声を張り上げた。みんな、大丈夫だよ。一緒にまた直せばいいんだ。私たちが協力すれば、何でもできるからね。その言葉に心を動かされた森の動物たちは元気を取り戻し、壊れたものを修復し始めた。彼らは以前よりもさらに団結し、春祭りの準備を再び進める。サニーのリーダーシップとポジティブな姿勢がすべての動物に大きな希望を与えた。サニーと森の動物たちは嵐の後の混乱を一掃し、春祭りの再準備に取り組んでいた。壊れた装飾を修復し、倒れたブースを再建する作業は予想以上に迅速に進んだ。これはみんなが一致団結した結果だった。みんな、本当にありがとう。こんなに早く元通りになるなんて、思ってもみなかったよ。サニーは仲間たちに感謝の言葉を述べる。サニー、これもみんなのチームワークのおかげだよ。一人一人が力を合わせたからこそね。フィフィが答えた。その日の午後、森の中心で春祭りが再び開催された。風に飛ばされてしまった装飾も新しく作り直され、森全体が華やかな雰囲気に包まれた。湖畔ではマービンが提案したボートレースが始まり、子供たちは興奮してその様子を見守っていた。サニーもボートレースに参加し、自作の小さな船を湖に浮かべた。いけ、サニー、お前の船、早いぞ。周囲からの応援を受けながら、サニーのボートは波を切って進んでいく。レースの結果はともかく、この一瞬の楽しみがみんなの心を嵐の記憶から解放した。祭りの場は笑顔であふれ、食事のブースでは美味しい果実やハーブを使った料理が振る舞われた。しかし、祭りが最高潮に達した時、予期せぬ訪問者が現れた。森の端から大きな灰色の狼が静かに歩いてくるのが見えた。森の動物たちが一斉に緊張し、何が起こるかわからず見守る中、サニーは勇気を振り絞って狼の前に進み出た。こんにちは。迷ってしまったのかな？サニーが静かに尋ねる。いや、実はね、あなたたちの楽しそうな声が聞こえてね。少し参加させてもらえないかと思ってきたんだ。狼は穏やかに答えた。森の動物たちは少し戸惑ったが、サニーの導きで狼を歓迎することにした。狼もまた祭りの一員として迎えられ、互いの違いを超えて新しい友情が芽生え始めた。狼が持ってきた新鮮な獲物は祭りの食事に加わり、さらに豊かなものとなった。祭りの夜が更けるにつれ、サニーは一日の出来事を振り返りながら湖のほとりで星空を眺めた。新たな友達の狼と共に静かに夜風に吹かれている。この日の経験がサニーにとっても森の他の動物たちにとっても忘れられない思い出となった。今日は本当に素晴らしい一日だったね。新しい友達もできたし、みんなが一緒に楽しめたから。サニーが狼に話しかける。本当に感謝してるよ。こうして迎え入れてくれて。狼が答える。祭りの成功と新たな出会いは森のコミュニティに新しい風を吹き込んだ。サニーと仲間たちはこれからも様々な挑戦や喜びを共にすることになるだろう。だがその夜はただ静かに星の光の下で
語り合う時間を楽しんだ。祭りの日が明け、森は再び日常に戻った。祭りでの楽しさと、昨晩の星空の下での心温まる交流が、サニーと森の仲間たちに新たな活力をもたらしていた。狼が仲間に加わったことで、森の中の動物たちの間にも、新しい風が吹き、互いの違いを超えた絆が深まっていった。サニーは祭りの後の片付けを手伝いながら、狼との新しい友情について考えていた。彼は、狼が森の一員として受け入れられたことが、どれほど大きな意味を持つのかを感じていた。狼もまた、新しい環境に順応し、他の動物たちとの関係を築いていった。サニー、昨夜は本当に素晴らしかったよ。ありがとうな。狼が感謝の言葉を述べる。いえいえ、こちらこそありがとう。君が来てくれて、みんな新しいことを学べたんだから。サニーが答えた。その後も春の日は続き、森は生き生きとした活動に満ちていた。サニーと狼はしばしば一緒に森を探検し、互いの知識を共有した。サニーは木登りや秘密の果実の場所を狼に教え、狼はサニーに追跡技術や野生の知恵を教えた。ある日、サニーと狼が森の深い部分を探検していると、彼らは古い石の塔を見つけた。この塔は以前は誰も気づかなかった場所にあったが、春の豊かな緑の中でひっそりとその姿を表していた。これは何だろサニーが興味深そうに尋ねる。昔の何かの遺構に違いない。調べてみようか。狼が提案する。二人は塔に近づき、中に入ってみることにした。内部は暗く、いくつかの古い壁画が残されていた。壁画には森を守る神秘的な生き物の姿が描かれており、古い伝説が語られているようだった。これは森の守り神、アーニャの伝説だよ。彼女は森全体を見守り、困った時には動物たちを助けるんだって。サニーが壁画を指さしながら説明する。へえ、それなら僕たちも彼女の助けを借りられるかもしれないね。狼が考え込むように言う。塔の探検を終えた後、サニーと狼は森に戻り、他の動物たちにもこの発見を共有した。この話はすぐに森中に広まり、多くの動物たちが塔を訪れ、その古い伝説に触れることになった。この新たな発見は森のコミュニティにさらなる一体感をもたらし、動物たちが互いに協力し合う重要性を再認識させた。サニーと狼の友情もさらに深まり、彼らは森の中でさらに多くの冒険を共にすることとなる。春の終わりが近づき、森の動物たちはそれぞれの夏の準備を始めていた。サニーと狼は数ヶ月前には想像もしていなかったほどに親しい友達となり、多くの冒険を共に経験してきた。古い石の塔の発見は森のコミュニティ全体に新たな活力をもたらし、アーニャの伝説は森の中で新しい希望の象徴とされていた。春祭りの成功と狼の加入、そして古い塔の発見は森の動物たちにとって大きな出来事だった。これらの出来事が彼らの間に築かれた絆をさらに強固なものにし、未来への道を明るく照らしていた。ある暖かい夕暮れ時、サニーは森の中心である広場に集まった動物たちを前にして感謝の言葉を述べた。みんな、今日ここに集まってくれてありがとう。春の間、私たちはたくさんのことを一緒に経験しました。祭りの準備、嵐による試練、そして春祭りの再会。それに、新しい友達の狼との出会い、そして古い塔の発見もね。これらすべてが、私たちのコミュニティをより強く、より結束力のあるものにしてくれました。サニーの言葉に集まった動物たちはうなずきながら聞いていた。彼らの顔には経験から得た自信と共に過ごした時間の価値が明らかに現れていた。
これから夏がやってくるけど、私たちの友情と協力はこれからも続くよ。今シーズンを通じて学んだことを忘れずに、また新しい冒険に向かっていこうじゃないか。サニーの言葉に心を動かされた動物たちは一斉に拍手を送った。彼らはそれぞれの家に帰る前に一緒に夕食を楽しんだ。食事は祭りの時のように豊かで、新鮮な果物や野菜、狼が取ってきた魚が振る舞われた。この夕食会は新しい季節への移行を祝うとともに、森の中で育まれた友情を確認する場となった。夜が更けるにつれ、動物たちはそれぞれの家へと帰っていった。サニーは星空を見上げながら、今シーズンが終わるのを惜しむ気持ちとともに、これから来る夏に思いを馳せた。彼の心には、これまでの経験が確かな希望として刻まれていた。星の下の眠りの物語。星の輝く夜、山のふもとの小さな村は、静かで穏やかだった。村の外れ、古びた木々が囁くような場所に、フィンという名の置いた狼が立っていた。彼は、その場所を慈しむように見つめ、深いため息をついた。ここは、かつて私たちの隠れ家だったんだよ。と、フィンは後ろにいる子供たちに話し始める。彼の声は温かく、周りの若い動物たちは、興味津々で彼を取り囲んでいた。皆、元気なリスの子供、シオン、好奇心旺盛な小鳥、そして、トビー、臆病ながらも、冒険心のある若い狐だ。フィン、ここで何をしたの？皆が目を輝かせながら尋ねた。フィンはにっこりと微笑み、話を続けた。ああ、たくさんのことをしたよ。ここで星を見たり、昔話をしたり、時には夜通し冒険の計画を練ったものさ。彼は少し立ち止まり、地面に覆われた葉を蹴散らすと、古い木製の箱が姿を現した。そして、これが私たちの秘密の箱だ。ここには、当時の私たちの宝物が、すべて詰まっているんだ。子供たちは、驚きと興奮で箱の周りに集まり、フィンがゆっくりと蓋を開けるのを見守った。箱の中からは、色あせた写真、手紙、小さな飾り物が現れ、それぞれが古い物語を語りかけるかのようだった。これらはみんな、私たちがここで過ごした日々の記憶だよ。今夜はこれらの物語を一つずつお前たちに聞かせよう。そして、新たな思い出をこの箱に加えるんだ。星が輝く下、村の動物たちは、新しい隠れ家で、古い思い出と新しい物語を紡ぎ始めた。そこは、ただの場所ではなく、世代を超えて受け継がれる、特別な場所となったのだ。村の夜はいつもよりも静かで、星々がきらめく空が広がっていた。フィンは子供たちを連れ、お気に入りの高台へと歩を進める。その場所からは、星空が一望でき、まるで星座の海に浮かんでいるような気分になれた。今夜は特別な夜なんだ。星座の教えを共有しよう。とフィンが言うと、子供たちはワクワクしながら彼の周りに集まった。彼は空を指さし、あれが大熊座だ。そして、あそこに見えるのがカシオペア座。と星座を一つずつ説明した。ミナは目を輝かせながら、星にはどんな話があるの？と質問した。フィンはにっこりと微笑み、星には無数の物語がある。今からお話しするのは、私が若かった頃に実際に体験した冒険の話だ。と答えた。彼が語り始めたのは、幼い頃に友人たちと冒険に出た話。私たちは星の地図を頼りに、伝説の湖を目指したんだ。その湖には、星が落ちてきたと言われる場所があって、誰もその真実を知らなかった。子供たちは、フィンの話に見入り、星座とその物語が重なり合う、幻想的なイメージに心を奪われた。その夜、
私たちは湖にたどり着き、実際に小さな光が湖面を走るのを見た。それはまるで星が水面を滑るようだった。私たちはそれを星の滑走と名付けた。と、フィンは目を輝かせながら話し続けた。物語が終わると、子供たちは自分たちも同じように冒険をしたいと願い始める。フィンは彼らの頭を優しく撫で、夢は追い求める価値がある。だが、冒険は準備が必要だ。一緒に計画を立てよう。と提案した。その夜、子供たちはフィンと共に次の冒険の計画を練り始めた。星々が彼らの夢を照らし続ける中、新たな物語がゆっくりと形を成していった。村の高台での夜の物語の後、子供たちはフィンと共に新たな冒険に向けた準備を進めていた。その中で村の長老たちが提案した星座競技大会の日が近づいてきた。この競技大会は、星座に関する知識だけでなく、チームワークと想像力を試す場でもあるんだ。と、フィンが説明する。大会のために子供たちは小グループに分かれ、星座にまつわるクイズや実践的な課題の準備を始めた。ミナ、シオン、トビーは一緒にチームを組み、星の旅人たちと名乗った。私たちのチームは最強になるよ。とミナが宣言し、シオンが地図を広げ、星座の位置から次の星座への経路を早く見つける競技があるから、これで練習しよう。と提案した。競技大会の日、村の広場は星座の装飾でいっぱいになり、各チームが自分たちのブースを飾り付けていた。競技はクイズから始まり、各チームが星座の神話や特徴を問われる問題に挑戦した。フィンは審判として公平に得点を記録していた。次の段階では実際に夜空を使ったナビゲーション競技が行われた。子供たちは夜空を見上げ、手持ちの星図と照らし合わせながら指定された星座をいかに早く見つけられるかを競った。星の旅人たちチームはミナの鋭い観察力とシオンの地図読みのスキル、トビーの冷静な判断力が合わさり、見事にトップの成績を収めた。大会が終わり、フィンはすべての参加者を前にして話を始めた。今日の競技で、星座がただの点ではなく、物語と冒険の始まりであることを学んでくれたら嬉しい。星は私たちに夢と知識を与えてくれる。今夜はそれを共有できたね。子供たちは互いに誇りを持って祝福し合い、星座競技大会は村の新たな伝統として定着することになった。夜が更けていく中、子供たちは次の冒険に向けて新たな希望を胸に秘めていた。星座競技大会の興奮も冷めやらぬ中、フィンと星の旅人たちのチームは特別な商品である地図を手に、新たな目的地に向かう準備を始めた。地図は伝説の場所へと導くものであり、その場所は古い物語によれば、星が地上に降り注ぎ、星の精が住むとされる神秘的な森だった。フィンは子供たちに地図を広げてみせながら、この地図は何世代も前のものだ。長い間、誰もこの場所を訪れていない。我々が新たな発見をするかもしれない。と説明した。ミナ、シオン、トビーはその冒険の可能性に胸を躍らせていた。準備が整い、一行は森の深くへと踏み込んだ。道中、フィンは星と自然の関係について教え、夜空を見上げるたびに星座が彼らに道を示しているようだった。長い旅の後、彼らは地図に描かれた場所に到着した。そこは広大なクリアリングで、中央には大きな池があり、その水面は星の光で照らされて輝いていた。池の周囲には奇妙な形をした岩が点在し、古代の人々が何かを記念しておいたと思われる石碑も見られた。フィンは、この場所はかつて星の祭りが行われた聖地だったのだろう。ここで星と語り合い、星の力を借りたのだ。と子供たちに語った。
みんなで池の周りに座り、静かに星空を眺めながら、その場の特別な雰囲気を感じ取った。突然、シオンが小さな光を指さし、あれを見て。と叫んだ。池から光が立ち上り、彼らの前で光の粒子が星座の形を作り始めた。それはまるで星が彼らに話しかけているかのようで、子供たちはその美しさに言葉を失った。フィンは深く感動し、この場所が忘れられていたのは、我々が再び発見するためだったのかもしれない。ここに来ることができて、本当に良かった。とつぶやいた。その夜、彼らは星の精による神秘的な光のショーを見ながら、それぞれの心に深い印象と感動を残した。彼らはこの場所を星の祭りの場と名付け、村に帰ってからその伝説を語り継ぐことを誓った。フィンと子供たちは星の精の光が輝く神秘的な場所から村へと帰還した。彼らが持ち帰ったのは、ただの物語や経験だけではなく、古代のアーティファクトであり、新たな伝説の始まりでもあった。村に戻ると、フィンはすぐに村の長老たちを集め、彼らが発見した場所と、その奇跡について詳しく説明した。長老たちは、この話に深い関心を示し、星の祭りの場としての再発見を祝うため、年に一度の大祭を開催することを決定した。準備が始まり、村中がその祭りのために動き出した。フィンと子供たちは、祭りの主要な計画者として、中心的な役割を果たし、池の周囲にある、クリアリングを再現するための装飾や、星座をテーマにした活動を考案した。祭りの日がやってくると、村の人々は、それぞれ手作りの星座のマスクや衣装を着て集まった。夜が深まるにつれて、フィンは皆に静かになるように促し、再び星の星が現れるのを待った。そして夜空が一層暗くなった時、池から再び光が立ち上り、光の粒子が空中で舞い、美しい星座の形を作り出した。この奇跡は参加した全員に深い感動を与え、星の祭りは成功を収めた。フィンはこの夜を見て自分の役割について考えた。私の旅はもう終わりに近づいているかもしれないが、これからは若い世代が新たな伝説を作る番だ。と、心の中でつぶやいた。祭りが終わると、フィンは村の子供たちに集まってもらい、彼らにこの祭りと星の精の伝説を次の世代に語り継ぐように伝えた。子供たちは誇りを持ってその任務を受け入れ、フィンの話を永遠に心に刻みつけた。星の下の祭りは村に新たな伝統をもたらし、毎年星の光の下で未来を照らし続けることとなった。月の光と動物のひそひそ話。月が静かに森を照らす夜、シロは川辺を一人歩いていた。その小さな白いウサギの耳は周囲の囁きを拾い上げるのに敏感で、川のせせらぎが心地よい音楽のように聞こえていた。突然、ふわりと風が運んできた一つの声が、シロの注意を引いた。シロ、こちらへおいで。という優しい呼び声だった。声の方向に導かれるように進むと、川辺にはすでに多くの動物たちが集まっていた。彼らは月光浴を楽しむ特別な夜会の準備をしている最中で、シロもその輪に加わることになった。今夜は我々の森が長い間守ってきた秘密を君にも分けてあげたいんだ。ミコという名の青い鳥が言った。彼はこの森の動物たちの間で情報通として知られており、今夜の主催者の一人でもあった。夜会が始まると、ミコは中央に立ち、月光が特に美しく降り注ぐ場所に小さな台を設置した。台の上には古い木の枝で作られた小さな箱が置かれている。その箱からは優しく光る石が覗いていた。これは月の石。と、ミコが紹介すると、周囲からは驚きの声が上がった。それは森を守る力を持つとされる伝説の石で、今宵、シロを含む若い世代にその存在が明かされたのだ。
シロ、君たちが成長するにつれて、この森を守る任務も引き継いでいかなければならない。月の石とともに、我々の知識も受け継いでほしい。タマ、森の古老であり、賢者でもあるハリネズミが静かに言葉を続けた。シロはその言葉に深くうなずき、自分に託された使命の重さを感じながらも、新たな冒険への期待で心が躍った。その夜、シロは他の若い動物たちと誓いを交わした。月の下、彼らは森を守り続けるという重要な約束をしたのだった。月明かりの翌朝、シロは普段と変わらない日常を送ろうと、川辺へと向かった。しかし、いつもの静かな川辺が、何者かによって荒らされた跡が、あちこちに残っていた。木の枝が折れ、土が掘り返され、小さな生き物たちが怯えて隠れているのが見えた。一体、何が起こったんだろう？シロは心配そうに辺りを見渡した。その時、タマがおぼつかない足取りでかけてきた。シロ、大変だよ。この嵐はただのいたずらじゃないかもしれない。昔から川には怪物が住んでいるという話があるんだ。タマの声には明らかに恐怖が含まれていた。シロはひるむことなく、その謎を追い求める決心を固めた。じゃあ、怪物が本当にいるのなら、僕たちが調べてみよう。きっと、何か誤解があるはずだ。そして、シロとタマは森の他の動物たちを集めて、川の怪物の謎を探ることにした。ミコも空からの見張りとして、彼らの探索を助けることになった。彼らは川沿いを下流へと進むことにし、注意深く足跡や兆候を探した。途中、川の水が濁り、奇妙な匂いが漂う場所を見つけた。ここだ。何かがいる気配がする。タマが指摘した。そこで、シロたちは慎重に周囲を調査し始めた。水中からは時折、大きな波紋が広がっていた。突然、水面が割れ、巨大な影が現れた。それは巨大な魚だった。魚は彼らに気づくと、すぐに深い水の中へと消えていった。怪物は魚だったんだ。シロは驚きながらも、何かを悟ったようにつぶやいた。その後、シロたちはミコに助けを求め、空から魚の動向を探ってもらった。ミコの報告によると、魚は川の一番深いところに住んでおり、普段は他の生き物と接触しない孤独な存在だった。僕たちは、この魚がなぜ、こんな行動をするのか理解しなくちゃ。シロは仲間たちと共に、魚との対話を試みる計画を立てた。何日かの観察と計画の後、シロたちは川の深部へと降りていき、魚と直接対面する機会を得た。魚は、初めは警戒していたが、シロたちが友好的ないと思っていることを感じ取り、徐々に心を開いていった。僕たちはあなたを怖がったり、憎んだりするつもりはないんだ。あなたが一体何者なのか、ただ知りたかっただけなんだ。シロは穏やかに語りかけた。この出会いは森の動物たちと巨大な魚との間に新たな理解をもたらした。彼らは魚が過去に誤解され、恐れられるようになった経緯を聞き、彼を再び森の一員として迎え入れるための道を探り始めた。巨大な魚との最初の接触後、シロとその仲間たちは、この新しい友情を深める方法を探り始めました。彼らはまず、魚がなぜ川辺を荒らしたのか、その理由を理解することから始めることにしました。シロ、タマ、ミコは、魚を訪ねて、川の深い場所へと何度も足を運びました。魚は初めて友達ができたことに心を開き、自分の過去と森の動物たちとの誤解について語り始めました。昔、私はこの川の守り神として敬われていたのですが、ある事件がきっかけで恐れられる存在となりました。私が怒りで川辺を荒らしたわけではありません。実は、川の流れが変わり、私の住む場所が狭くなってしまい、苦しんでいたのです。
この話を聞いたシロたちは、魚が抱える問題の解決を手伝うことを決意しました。彼らは川の流れを調べ、魚がもっと快適に暮らせるように、環境を整える計画を立てました。森の動物たちも、この計画に協力し、川の環境を整備するために力を合わせた。大きな岩を移動させ、水流を改善し、魚が広く深い水域で暮らせるようにしたのです。数日間の努力の後、川の環境は大きく改善されました。魚は新しい家で快適に泳ぎ回ることができ、森の動物たちとの関係も以前よりもずっと良好になりました。ありがとう、シロ。あなたとあなたの友達のおかげで、私は再びこの川で幸せに暮らせるようになりました。私もこれからは森の動物たちを守るために力を尽くします。魚は深い感謝の意を表しました。この和解と新しい友情の成立を祝って、シロたちは川辺で小さな祭りを開催しました。夜には巫女が主催する月光の下のお祝いが行われ、森の動物たち全員が集まり、新たな誓いを立てました。私たちは、この川と森を共に守り、支え合うことを誓います。今日から、私たちは皆、家族のように互いを大切にします。シロが宣言し、動物たちは大きな声で賛同しました。この出来事は、シロにとって大きな成長の機会となり、彼は森の中でリーダーとしての自信を深めていきました。また、魚も過去の孤独から解放され、新しい生活を楽しむことができるようになったのです。川の環境が改善され、魚が新たな友達を得てから、森全体の雰囲気も一変しました。シロとその仲間たちは、川とその周辺の環境を守るための活動に、さらに力を入れることにしました。シロ、タマ、ミコは、川の周辺に住む他の動物たちを集め、定期的に川の清掃を行うようになりました。彼らはまた、森の他の場所から流れてくる汚染を防ぐために、自然に優しい活動を広めるキャンペーンも開始しました。この川は私たち全員の家だ。私たちが手を合わせて守る必要があるんだ。とシロは力強く語りかけました。動物たちは、この言葉に共感し、彼のリーダーシップのもと、より一層団結していった。一方、魚も川の守り手としての役割を果たすようになりました。彼は、川底の深いところから、水質の悪化を早期に察知する能力を持っており、問題があれば、すぐにシロたちに知らせることができました。おかげで川の問題を早く解決できるよ。魚がいなければ、こんなに早く気づくことはできなかったかもしれない。とタマは感謝の気持ちを表しました。新しいシステムが確立されたことで、川は以前にも増して清潔に保たれるようになり、水もきれいに流れるようになりました。森の動物たちもこの環境の変化を実感し、さらに幸せに暮らすことができるようになりました。私たちが協力すれば、こんなにも美しい場所を守ることができるんだね。とミコが言うと、周囲の動物たちもうなずき合いました。ある日、シロたちは川で大きなお祭りを開催することにしました。このお祭りは、川と森を守るための意識を高め、さらに動物たちの絆を深める目的がありました。お祭りの日、月明かりの下で特別な儀式が行われ、森の動物たちが一堂に会しました。彼らは、それぞれが持つ特技や才能を披露し、互いの存在を祝福しました。私たちはこれからも、この美しい川を守り続けよう。とシロが宣言し、動物たちは新たな誓いを立てました。この日を境に、川は生命の川として森の中で特別な場所とみなされるようになり、その美しさと清らかさは遠くの地域からも訪れる動物たちに知られるようになりました。シロと魚の友情は森全体にとっても大きな宝物となったのです。月が高く輝くある晩、シロと森の動物たちは川辺に集まりました。
川の守り手としての役割を果たし、新たな生活を始めてから数ヶ月が経過し、その成果を祝うための集いでした。シロは川の岸辺に立ち、集まった仲間たちを見渡しました。彼の目に映るのは、かつての恐れや不安を乗り越え、今や互いに支え合い、協力し合う友情と、絆で結ばれた動物たちの姿でした。今夜、私たちはここに再び集まった。これはただの集まりではない。これは、私たちがどれほど強く、そして一体となれるかを示す証なんだ。と、シロは語り始めました。彼の言葉に心を動かされたタマとミコも、前に進み出て、シロの隣に立ちました。3匹は川の美しさを背景に、新たな誓いを立てる儀式を行いました。私たちは、この川と森を守ることを誓う。すべての生き物が安全で、幸せに暮らせるように。と、タマが言い、ミコが続けました。そして私たちが学んだことを次の世代にも伝えていく。この美しい自然と共に生きる喜びをずっと先まで。儀式の後、動物たちは月光の下で踊り、歌いました。その音楽と笑い声は夜通し響き渡り、森全体に平和と喜びが満ち溢れていました。川辺には新しい世代の動物たちも参加しており、彼らは大人たちが築いた絆を見て学んでいました。子供たちは川で遊びながら自然の大切さと互いを思いやる心を育てていました。夜が明ける頃、シロは静かに川の流れを眺めていました。彼は自分たちが過去に乗り越えてきた困難を思い返し、これからも森と川を守り続ける決意を新たにしました。この場所が永遠に平和であり続けるように。とシロは心の中で願いました。そして彼の顔には未来への希望とともに深い安らぎが浮かんでいました。この物語はシロと彼の友達たちが築いた不変の絆と自然と共生することの大切さを教えてくれます。彼らの物語は森の中で語り継がれることでしょう。静かな湖畔の物語。エマは薄明かりの中でゆっくりと目を覚ました。長路に濡れた羽を一振りして夜の冷え込みから解放される。湖畔の古びた水車小屋から彼女は毎朝のように湖を見下ろしていた。湖面は鏡のように静かで水面に映る空の色が徐々に明るくなっていく。今日は何か違う。エマの鋭い目は遠くの木々の間に珍しい色の動きを捉えた。それは彼女がこの湖畔で見たことのない種類の小鳥かもしれない。その鳥は青と白の鮮やかな羽を持ち、軽やかに枝から枝へと跳ねる。好奇心が彼女を突き動かし、エマは高く舞い上がった。彼女はその鳥を追いかけ、しなやかに風を切って飛ぶ。湖畔を横切り、木々が生い茂る方へと進んだ。時折、小鳥が見せる華麗な飛行に心を奪われながら、エマは自然の美しさと静けさに感謝した。小鳥は一瞬、その場に留まり、エマに向かって、ちりりと一声鳴く。まるで何かを教えてくれるかのようだ。エマは、その声に耳を傾け、小鳥が次に飛ぶ方向を注視する。まるで、新しい友達を得たような気分で、彼女はさらにその探索を続けた。しかし、この小鳥は、ただ彼女を楽しませるだけではなく、何かを伝えたがっているようだった。突然、小鳥はエマを古びた柳の木へと誘導した。その木の幹の一部が崩れており、中から古い木箱が見えている。これは、エマにとって、全く新しい発見だ。エマは、そっと地面に降り立ち、好奇心全開で、その木箱を調べた。果たして、この箱の中には何が隠されているのだろうか。そして、この小鳥は、なぜ彼女をここへと導いたのだろうか。物語はまだ始まったばかりだ。エマは慎重に木箱を開けた。その中には数枚の古びた手紙と一枚の地図が収められていた。
地図はこの湖畔の一帯を示しており、特に一箇所、小さな十字が記されていた。この発見に胸を躍らせながら、エマは手紙を一枚ずつ読み進めた。手紙は数十年前の日付が記されており、一人の少女が書いたもののようだった。彼女はこの湖畔で過ごした夏の日々を綴っていて、家族や友人との楽しい思い出、そして隠された宝物について触れていた。エマはこの手紙の少女が地図に十字をつけた場所に何かを隠したのではないかと考えた。エマは地図を持って湖畔を歩き始めた。静寂に包まれた湖の周囲には色とりどりの花が咲き、野生の動物たちが穏やかに暮らしている。地図に示された場所は今は草木が生い茂った小さな丘の上だった。エマはその丘へと向かった。丘に着くと彼女は周囲を見渡し、地図を確認しながら十字が示す場所を探した。少し掘ってみると、確かに土の中から小さな金属製の箱が見つかった。エマは箱を開けると、中から古いコイン、色あせた写真、そして一つの小さな鍵が出てきた。その瞬間、エマの背後で枝が鳴る音がした。振り返ると、そこには彼女がよく知る動物たち、ハリネズミのハリーとカワウソのレオが立っていた。彼らもこの宝物の噂を聞きつけてきたのだ。ハリーとレオはエマに近づき、彼女が見つけたものを興味深そうに覗き込んだ。3匹はこの発見がどういう意味を持つのか話し合うことにした。エマは手紙と写真をもう一度手に取り、この場所と物品が少女とどうつながっているのかを理解しようと試みた。話し合いの中で彼らはこの宝物を元の場所に戻すべきか、それとも何か新しい冒険のヒントとして活用するかを検討した。最終的に彼らはこの新しい謎を解き明かすため、さらなる調査を行うことに決めた。エマ、ハリー、そしてレオはこの古い手紙と地図が示す他の場所へと向かう旅を計画する。それぞれの動物が持つ特別な能力を生かし、湖畔のさらなる秘密を探る冒険が始まるのだった。エマ、ハリー、そしてレオは新たな冒険に心躍らせていた。彼らが手に入れた古い地図には、湖畔のさらに奥深く、未知の地域へと続く道が示されていた。この地図は、かつての少女が自らの足跡を記録したものであり、彼らはそれを手がかりにして、さらなる秘密を解き明かそうと決意した。朝早く、3匹は出発の準備を整え、湖畔を後にした。森の中を進むにつれ、彼らは自然の美しさとともに、時折見かける道の花や珍しい動物たちに心を奪われた。森は厚い霧に覆われており、神秘的な雰囲気が漂う中、彼らは地図に示された次の目的地、古い廃墟へと近づいていった。廃墟はかつての豪華な別荘であり、今ではその面影を残すのみとなっていた。草木が建物を覆い隠し、時間の流れを感じさせる。エマは空から、ハリーとレオは地上からそれぞれの視点で廃墟を探索した。ハリーは廃墟の中に入り、埃っぽい室内を進んだ。彼の小さな体が便利なこともあり、狭い隙間や隠れた場所を調べることができた。一方、レオは建物の周囲を泳ぎ、水辺に何か手がかりがないかを探した。エマは高い位置から全体を見渡し、彼らを空から指示していた。突然、彼女の鋭い目が何かを捉えた。建物の屋根に苔に覆われずに残された古い天窓があり、その下には何かが光っているのが見えた。エマは急いでハリーとレオに知らせ、3匹はその場所に集まった。屋根を少し壊して中を見ると、そこには古びた宝箱が隠されていた。エマが以前に見つけた小さな鍵は、この箱にぴったりあった。鍵を回すと、箱の中からは、さらに多くの手紙、古い日記、そして一冊の本が出てきた。手紙は、廃墟の元の主であった人物からのもので、日記は、その人物が、この地で過ごした日々の記録を綴っていた。本は、地図と手がかりをさらに示すものであり、湖畔に隠された他の場所へと、導く内容だった。
3匹は新たに得た情報をもとに、次なる場所への冒険を計画することにした。手紙と日記を読むうちに、彼らはこの地域に眠る歴史と湖畔が長い時間を経て蓄積してきた物語に深く感動した。次の目的地への道は難しく、さらなる挑戦が彼らを待っていたが、3匹は互いに助け合い、何が起きても一緒に解決していく強い絆で結ばれていた。湖畔の静けさの中、新たな冒険が始まるのであった。新たな手がかりを手に入れたエマ、ハリー、そしてレオは湖畔のさらに奥深くへと足を進めた。日記に記された次の場所は忘れられた泉として知られる地図の端にポツンと描かれていた。この泉は伝説によると古い時代には治癒の力があるとされていた場所である。3匹は森を抜け、古い岩がゴツゴツと積み重なる丘を越えて進んだ。その道中、彼らは湖畔の様々な動物たちと出会い、彼らからも様々な物語や泉の噂を聞くことができた。動物たちもまた、この冒険に興味を持ち、彼らの旅の安全を願っていた。長い一日の旅の後、彼らはついに忘れられた泉にたどり着いた。泉は古びた石造りの周囲に、青々とした苔が生え、神秘的な雰囲気を放っていた。水は驚くほどに透明で、泉の底には色とりどりの石が敷き詰められているのが見えた。エマが泉の周囲を飛び回りながら、高い視点から探索していると、泉の一角に不自然なくぼみを発見した。彼女はハリーとレオを呼び、その場所を一緒に調べることにした。ハリーは小さな体を生かして狭いスペースに潜り込み、レオは水の中を探検した。ハリーがくぼみを掘り進めると、古い木製の箱が見つかった。エマが以前に見つけた鍵とは違う新たな鍵穴があり、彼らはこの新しい鍵を見つけるために、さらに周囲を探すことに決めた。レオが泉の底を手探りで調べていると、彼の手に小さな金属製のものが触れた。それは鍵だった。鍵を持って戻ったレオは箱を開けることができた。中からは古い文書と一緒に小さな宝石が入った袋が出てきた。文書にはこの泉の歴史とかつてここを訪れた人々の話が書かれていた。宝石は治癒の力があるとされ、地域の人々にとって大切なものだった。この発見をきっかけに、エマたちはこの泉を保護することの重要性を感じ、地域の動物たちと一緒に泉を取り囲む自然を守るための計画を立てることにした。彼らは泉の周囲を清掃し、観光客や他の影響から守るための仕組みを考えた。この計画を通して、エマ、ハリー、レオはさらに多くの地域の動物たちと深い絆を築き、互いに支え合うコミュニティの一員となった。彼らの冒険は、ただの宝探しではなく、地域全体を巻き込んだ大きなプロジェクトへと発展していった。エマ、ハリー、そしてレオによる忘れられた泉の保護プロジェクトは、湖畔のコミュニティに新たな希望をもたらした。彼らの活動は、やがて人間のコミュニティにも伝わり、多くの人々が、この美しい自然を守るために力を貸すようになった。ある日、エマたちは泉の近くで小さなお祭りを開くことにした。このお祭りは泉と周囲の自然を守る意識を高め、またその美しさを共有するためのものだった。地元の人々や他の動物たちが一堂に会し、音楽、ダンス、そして地元の食べ物が楽しまれた。祭りのハイライトはエマが空高く舞い上がり、湖畔全体を見渡せる特別なフライトだった。彼女の美しい飛行は見る人々にこの地を守る大切さを改めて思い起こさせた。ハリーとレオもそれぞれの才能を生かし、地上や水中から祭りを盛り上げた。祭りの最後にエマたちは新たに発見した宝石を公開し、その歴史と意味について話をした。宝石は治癒と保護のシンボルとして泉の近くに安全に展示されることになった。この宝石を通じて地域の人々と動物たちは自然と共生することの大切さを再認識した。
エマたちの冒険は多くの教訓を含んでおり、彼らが経験したことは、湖畔のコミュニティの伝説として語り継がれることになる。彼らの行動は、一人一人が地球の一部として、自然に貢献することの重要性を象徴していた。夕日が湖面に映る中、エマ、ハリー、そしてレオは今日一日の出来事を振り返りながら静かに過ごした。彼らは自分たちの小さな行動が大きな変化を生み出すことができるという確信を新たにし、これからもこの美しい湖畔を守り続ける決意を固めた。エマたちの冒険が教えてくれることはこれからもずっと続いていく。そして誰もがこの美しい地球を未来へとつなぐために守る役割があるのだ。羽ばたく夢の庭。夜の帳が下り、街の小さな公園は静寂に包まれていた。月明かりが柔らかく地面を照らし、いくつかのランプが点在する中、シャドウは慣れた足取りで歩いていた。彼の黒い毛並みは夜に溶け込み、ほとんど目立たない。そんなある晩、彼の敏感な耳が地面に何かが転がる音を拾った。彼は音のした方向へと静かに近づき、大きな多くの木の下で小さな光る物体を見つけた。それは金色に輝く古いペンダントだった。シャドウはそのペンダントを前足でそっと掴み、光にかざしてみる。不思議なことに、ペンダントは彼の触れた瞬間に、さらに強く光り輝き始めた。これは一体何だろう？彼は首をかしげながら、ペンダントをじっと見つめた。そのペンダントには、細かい彫刻が施されており、その中心には、小さな石がはめ込まれている。その石からは不思議な温かみが感じられ、シャドウの心にもほんのりと安心感を与えていた。こんなものがなぜ公園に？彼はペンダントを持ちながら、その謎を解き明かすべく、公園内をさらに探索することにした。そして、その夜から、彼の日常は少しずつ変わり始めることになる。なぜなら、このペンダントは、ただの飾りではなく、かつて公園を守るために隠された魔法のアイテムだったからだ。シャドウは、この新しい秘密とともに、公園の夜を新たな目で見つめ直す。月明かりのもと、彼の冒険が今、始まった。ペンダントの秘密が、シャドウの心に新たな好奇心を呼び起こしていた。彼は毎晩のように公園を散策し、その魔法のアイテムが持つ力を探る日々を送っていた。ある夜、シャドウはペンダントを首にかけて歩いていると、普段とは異なる景色が目に飛び込んできた。公園の一角にある古い噴水の周りが青白い光に包まれていたのだ。噴水の水はゆっくりと上昇し、空中で複雑な模様を描きながら輝いている。この不思議な光景に引き寄せられるように、シャドウは近づいた。こんなことが。彼の驚きの声もなく、ただ静かにその現象を見つめていた。噴水から放たれる光は、彼のペンダントに反応しているようだった。噴水の中央には小さなプラットフォームが現れ、そこには古びた本が一冊置かれていた。シャドウはためらうことなく、その本を前足で引き寄せた。本の表紙には古い言語で何かが書かれており、彼には読めなかったが、ページをめくる手は止まらなかった。ページを一枚一枚めくるごとに、噴水の光は強くなり、公園全体が神秘的な雰囲気に包まれた。この本は、公園がかつて魔法の森だった頃の物語を記しており、ペンダントはその森を守る鍵だったのだ。シャドウは自分が公園の守り神の役割を果たすことを知り、その使命感に心を強く打たれた。彼は本を持ち帰り、毎晩その物語を読み解いては、公園をさらに深く探索していった。日が経つにつれて、他の猫たちも彼の周りに集まり始めた。シャドウは彼らにこの公園の秘密を教え、一緒にこの場所を守ることを誓った。彼らは夜ごとに集まり、公園での小さな冒険を続けることにした。そんなある夜、シャドウたちは公園の最も古い木の下で
地面からほんのりと光る根を発見した。根はペンダントに反応し、彼らの前に新たな地下の通路を開いた。通路の先には、かつての森の精霊たちが住む隠れた世界が広がっている。これは、ただの公園ではなく、かつての魔法の森の一部であり、シャドウたちは、その真実を守るために、力を合わせることにした。彼の冒険はまだまだ続くのだった。公園の地下に広がる秘密の世界を探索するため、シャドウと他の猫たちは新たな冒険に踏み出した。彼らが地下の通路を進むと、次第に周囲の景色は変わり、大きな洞窟のような空間に出た。洞窟は自然の光が差し込む場所があり、そこでは様々な色の輝く植物が生い茂っていた。この洞窟はかつて魔法の森の一部であり、多くの精霊たちが暮らしていた場所だ。シャドウたちは洞窟の中を探索していると、小さな光の精霊たちに出会った。精霊たちは彼らを歓迎し、昔話を語り始めた。精霊たちはかつての森が人間たちによって切り開かれ、公園に変わった経緯を語った。しかし、森の魔法は完全には失われず、ペンダントを含めたいくつかの魔法のアイテムが森の精霊たちによって守られていたのだ。我々の力を取り戻すためには、失われたアイテムを再び集めなければならない。と、精霊たちは言った。そのアイテムを集めることが、あなたたちの使命です。シャドウたちは精霊たちから与えられた使命を受け入れ、失われたアイテムを探す旅を始める。彼らはまず森の中心にある古い祭壇の元へ向かうことにした。祭壇の周囲は強力な魔法で守られており、そこには一つのアイテムが残されていると言われていた。旅の途中、シャドウたちは様々な試練に直面した。彼らは迷いの森を越え、沼地を渡り、高い山を登る。各場所で彼らは森の古い住人たちと出会い、彼らからアイテムを守るための知恵や力を借りた。最終的にシャドウたちは祭壇にたどり着く。そこでは古い狼の精霊が彼らを待っていた。狼の精霊は試練を与え、シャドウたちはその試練をクリアすることでアイテムを手に入れる権利を得た。よく来た、勇者たちよ。狼の精霊は言った。このアイテムを受け取り、さらに力強く、懸命になるのだ。シャドウは狼の精霊から受け取ったアイテムをペンダントと合わせると、新たな魔法の力が解放された。彼らはこの力を使って、さらに他のアイテムを探し出す決意を新たにした。新たな力とともに、シャドウたちは地上に戻り、次の目的地へと向かった。新たな魔法の力を手に入れたシャドウと仲間たちは、失われたアイテムを求めて、さらに冒険を続ける。彼らの次の目的地は、昔話によく登場する幻の湖だった。伝説によれば、湖の底には、古代の守護者が守る強力なアイテムが沈められているという。シャドウたちは、湖があるとされる山を目指し、長い旅を続けた。途中、彼らは様々な生き物たちに出会い、時には助けを求め、時には助けを提供しながら深い絆を築いていった。ついに彼らが湖に到着すると、その美しさに一同は息を飲んだ。湖は静寂に包まれ、水面には星の光が映って輝いていた。しかし、湖の美しさとは裏腹に、水面の下には未知の危険が潜んでいることを、彼らは知っていた。シャドウはペンダントの力を使い、湖の精霊を呼び出した。すると、水面が波打ち、大きな水の竜が現れた。竜は古い時代からこの湖を守っている守護者であり、来訪者を試す存在でもあった。なぜ、この湖の秘密を求めるのか。水竜は深い声で問いかけた。シャドウは堂々と答えた。我々は公園を再び魔法の森として復活させるため、失われたアイテムを求めています。その力で
自然との調和を取り戻し、すべての生き物に平和をもたらすためです。水流はシャドウたちの純粋な意志を感じ取り、試練を与えることにした。試練は湖の底へと潜り、竜が設定した謎を解くことだった。シャドウと仲間たちは勇気を出して湖に飛び込み、水の中で新たな冒険を始めた。水中の世界は想像以上に美しく、光る魚や奇妙な植物が彼らを迎えた。しかし、彼らは試練に集中し、竜が仕掛けた謎を一つずつ解き明かしていった。最終的に彼らは湖の深くに眠る宝箱を見つけ、その中から輝くアミュレットを手に入れた。水流は彼らの成功を称え、このアミュレットは古くから伝わる治癒の力を持つ。これを持つ者は、森とその住人たちを癒し、保護する力を有する。と告げた。シャドウたちはアミュレットを持って湖から上がり、次の目的地への旅を準備した。彼らは新たなアイテムを手に入れたことで、自分たちの目的がさらに現実的なものとなったことを感じていた。そして公園を真の魔法の森へと復活させる日も近いと信じていた。長い冒険の末、シャドウと仲間たちは、ついにすべての魔法のアイテムを集めることに成功した。彼らが手に入れたアイテムは、ペンダント、神秘の書、そして治癒のアミュレットだった。これらのアイテムを結集させることで、かつての魔法の森の力を復活させる儀式を行う準備が整った。公園の中心にある古い祭壇の下で、シャドウたちは儀式を始めた。月明かりの下、彼らはアイテムを祭壇の上に並べ、古い言葉で呪文を唱え始める。すると、祭壇から光が溢れ出し、周囲の空気が震えるように揺れた。森よ、我々の声に応えてくれ。シャドウが叫ぶと、ペンダントから強烈な光が放たれ、祭壇を中心にして、魔法のエネルギーが波のように広がっていった。光の波は、公園全体を覆い、すべての植物がその力を吸収し始めた。やがて公園の木々はより豊かに茂り、花々は異常な速さで開花し始めた。空中を舞う光の精霊たちが彼らの成功を祝い、美しいメロディーを奏でながら舞った。この奇跡の夜を通じて、公園は再び魔法の森へと生まれ変わった。森の新たな守り手として、シャドウと仲間たちは、その地を守る誓いを新たにした。彼らは、この場所が再び人間によって傷つけられることのないよう、永遠にその秘密を守ることを決意した。シャドウは、この森がかつてのように、すべての生き物に安らぎを与える場所であることを知り、深い満足感を覚えた。彼と仲間たちの勇気と努力により、公園はただの遊び場ではなく、真の魔法の地として蘇ったのだった。そして、その物語は、今もなお、夜ごとに、星の下で語り継がれている。シャドウとその仲間たちが、森を守る様子を、夜空の星々が静かに見守っている。